はい、今回は NSR500 のパート2です。バレンティーノ・ロッシが乗った2000年、2001年の NSR の車体はどういうものだったのか、その前にチャンピオンを取り続けたドゥーハンが NSR の車体の変更を認めなかったので、久しぶりに新しい車体が作られることになりました。その辺のいきさつと新しいフレームを手に入れたロッシはどう戦ったのかというのを紹介したいと思います。で、まずドゥーハン時代に遡ると、約10年間ほぼ同じフレームを使っていました。見えない部分での小変更はあっても、95年以降は完全にフレームは同じものだったそうです。まずその辺をちょっとね、写真でざっくり見ていきたいと思います。はい、遡って89年。まあこれはだいぶ古い形してますね。これ市販車の NSR250 の88とか89型とまんま同じ形してますね。で、90年 NV0J って型ですけど、だいぶ空力的に良くなった感じがしますけど、ちょっとフロントカウルの角度が急でまだ古いかなと。で、91年からロッシが乗る2000年まで基本的に同じ車体になります。で、91年、はい、いい写真がなくて、下の92年と同じなんで見ていただきたいんですけど、フロントカウルの角度が変わって、空力的に良さそうな感じになりましたよね。で、93、94、95、はい、もう色が変わっただけで、カウルの形もフレームも全く同じですね。で、94年までは、見えない部分での多少の補強とかは変わったらしいですけど、95年から2000年までは車体は全く同じだったようです。で、96年、これ車体は同じなんですけど、カウルがほんのちょっと幅が狭くなります。すごいマニアックですけどね、間違い探しみたいな状態になってますけど、空気抵抗がその方が少ないということなんでしょうから若干、カウルだけがスリムになってます。で、97、98、99、2000年の NV0Z まで長らく同じ車体構成のまま戦ってきたと。で、2000年の途中で出てきた NV4A という車体で、やっとオールニュー、フレームもカウルも、エンジンも全部新しくなったということです。ちなみにこの2000年の NV4A は、ロッシしか乗ってないようですね。はい。で、このドゥーハンがいなくなって、ロッシがやってきた頃の車体開発担当の国分真一さんという方がこう言ってますね。何しろドゥーハン時代は、こちら側から提案したアイディアや思考の多くが彼の要求を満たすものではなく却下された。今までやっていなかったことをやろうと考えました。GP500 は4ストロークへの移行が決まっていた時期であり、NV4A は思ったように設計することができた。ドゥハンがいなくなって目前に MotoGP の時代が迫ってましたので、最後の 500cc の車体を作るということで、今までやれなかったことをやろうと考えたそうなんですね。それはごくごく当然ですよね。エンジン搭載位置変更に始まり、新たな車体ジオメトリーを確立することが NV4A のテーマでした。以前からヤマハさんのハンドリングに関心があったので、開発当初はそのあたりも意識して誰もが乗れるマシンにしたかった。NV4A は2000年の第13戦バレンシアで実戦投入された。この新しいフレームは小変更じゃなくて、やっぱりオールニューにしたかったんですね。エンジン搭載位置から変えると。ジオメトリーも全部変えると。よく言われてるハンドリングのヤマハに近づきたいというか、そこら辺を意識していたと。やっぱあれなんですね。そんな簡単にフレームは作れないんで、2000年の第13戦、だからもうだいぶシーズン後半ですよね。にやっと投入できたと。はい。で、この投入にあたって、これに先立ったテストで、エースのクリビーレはうまく乗れないと言い、ロッシは良いと評価した。このため NV4A はクリビーレが不調に陥ってしまったシーズン後半の起爆剤としてロッシに与えられた。バレンシアでは転倒してしまったが、ブラジルで3勝目、モテギで2位、最終戦3位と、NV4A で連続表彰台に立った。全く新しくなったフレーム、この NV4A というものは、クリビーレは気に入らなかったんですね。だけど、ロッシはいいと言ったんですね。新しいフレームに乗ったロッシは、レースでも結果を出したと。やはりロッシは、ただ速いだけじゃなくて、新しい道具、新しいフレームを与えられても、これはどういうものかというのを理解して、すぐに乗りこなせるってことですね。申し訳ないけどクリビーレは長らくドゥーハンが作った車体で戦ってきたので、自分で評価するってことはできなかったんだと思いますね。方向性に確かな手応えが得られた結果、さらにフレームやスイングアーム形状を変更し、車体の合成バランスを煮詰めた NV4B が製作された。
ニューマシンを評価したのがロッシであり、成績も良かったので、2001年の 4B は実質的にロッシ仕様になりました。2000年の途中からもロッシがチャンピオン候補となって、で、新しい車体で結果を出したわけですから、当然2001年のバイクはロッシの意見をもとに進めることになりますよね。勝つためにやってるわけですから、それは当然ですよね。だけど、前も紹介した、ワークスチームのレプソルとしては、面目丸つぶれという感じですよね。いきさつはそんな感じだったんですけども、ちょっと次は具体的にフレームを見ていきたいと思います。長年使った NV0 シリーズの最終型 NV0Z、この2000年のものと、ロッシが2001年戦った NV4B を比較したいと思います。これまずカウルの形状が変わってるのと、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、上の NV0Z のこのメインフレーム、タンクの下にね走ってるメインフレームと、NV4B のメインフレーム、高さが結構違うんですね。NV4B の方が上下方向に幅があるって言えばいいんですかね。フレームに高さがあるんですね。スイングアームがくっついているそのプレートの部分、真ん中の部分も鉄板が非常に大きいです。なので横から見るとフレームが強くなって、腰高になったように見えます。はい。それをちょっとイメージしながら次の話を見てください。4B と 0Z のフレームを比べてみると、明らかに 4B の方が腰高で、なおかつ骨太に見える。一目でわかる大きな違いは、スイングアームピポット、プレートのサイズ。上下に長い 4B のそれは、84年に始まる NSR 歴史上最大。このプレートとステアリングヘッドを上下幅が太くなって左右幅が薄くなった断面がより縦長の五角形ひの字断面パイプでつなぎ、左右を太いメンバーでつなぐ。ちょっとね、文字だと分かりづらいかもしれないんですけども、先ほど言ったように 4B の方が縦方向に大きいフレームになったんですけど、実はフレームの幅自体は薄くなってるんですね。これは何を狙ってるかというと、縦方向の合成はちゃんと出して、横はある程度しなるようにしてるんですね。横もガチガチだと力が逃げないので、適度に力が逃げてバイクが安定して曲がるようにということでしょうね。それを狙って作られたのが NV4B だということになります。4B ではエンジン搭載位置が後方へ 25mm、上方へ 15mm、クランク位置が移動している。これはコーナーリングでの旋回性向上を狙ったもの。重心位置が上がるとバンキングスピードの向上と、バンクしてからの直立復元性を抑制。後方移動は前後の分担荷重の変更で、旋回性能向上とトラクション向上。犠牲になり得るブレーキでの安定性は、フロントフォークの変更で対応。ここも文章を見るとなかなか難しいんですけど、腰高になっているイメージ通りで、エンジンの位置は、後ろに 25mm 下がって、上にも 15mm 上がってると。で、重心位置が上がったことによって、バンキングスピード、バイクを倒しやすくなるというのと、バイクを倒してる間の安定性が良くなると。で、後方に移動したのは前後のバランスの適正化と、トラクションの向上と。もちろんネガティブな要素もあって、エンジンを上に持ってっちゃうと、ブレーキングの時に不安定になりがちなんですけど、それはフロントフォークを変更して対応してあると。よく考えられた変更だなという感じがしますよね。2001年、ロッシは16戦11勝を挙げ、チャンピオンを獲得。2位はヤマハのビアッジ。ランキング3位4位は、ホンダのサテライトチームのカピロッシとバロス。レプソルのクリビーレは8位と、ウカは10位。ワークスの面目は丸つぶれになってしまった。ニューフレームの特性を理解し、乗りこなせたロッシは、速いだけでなく、開発もできるライダーだと証明された。前年の2000年、NV4A に初めて乗った時に、ロッシはこれがいいって言ったわけですよね。で、その発展型の NV4B で、16戦11勝を挙げたと。なので、ロッシは乗るのがただ速いだけじゃなくて、バイクのこともよく知ってるんですね。対して、レプソルのクリビーレは、やはりドゥーハン時代のバイクの特性から抜け出せなかった。自分で新しい道具を乗りこなすということができなかったということになります。当然ここまでロッシが活躍してチャンピオンになっちゃったので、翌年の MotoGP では、ロッシがレプソルチーム、純粋なワークスチームのエースになります。そうしないとおかしいですよね。はい。こんな感じで長年変更されなかった NSR500 なんですけども、ドゥーハンがいなくなって、ロッシがやってきたと同時に新しい車体が作られたと。で、ただ作られただけじゃなくて、ロッシ本人がこれがいいという判断をしたので、
新しいシャーシの開発が進められたと。で、さらに乗りこなして、ロッシは2001年チャンピオンを取ったということになります。ロッシまだね、この時非常に若くて、21歳とか22歳ぐらいですよね。それなのにバイクのことを誰よりも理解してて乗りこなせるんですね。まあすごいですね。体を鍛えてね、バイクにいっぱい乗ってただ速いだけじゃなくて、バイクそのものについてももう若い頃から非常に勉強してるんでしょうね。もうそれ以外理由はないと思います。これが10年ぶりにリニューアルされた NSR500 の話、500cc2 年目のロッシの話になります。F1 の動画ね、見てくれてた方、引き続き見てくれてる方ありがとうございます。バイクに興味ない方も頑張って見てくれてるみたいで、なるべくわかりやすい動画を、今回は難しかったかもしれないですけど、作っていこうと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。